こんにちは、僕はもんちゃんです。こんにちは、私はメタンちゃんです。ここは東京の高田馬場なのだ。高田馬場って早稲田大学がある場所よね。そうなのだ。学生さんの町としても有名な場所なのだ。この場所は江戸時代には高田と呼ばれていた場所で、徳川三代将軍家光公が馬術の馬場を作ったことが地名の由来とされているのだ。だから高田馬場なのね。そのまんまね。そうなのだ。そのまんまの呼び方なのだ。あら、ビッグボックスじゃない。高田馬場では象徴的な建物よね。そうなのだ。一見何の変哲もないいつもの見慣れた景色だけどこの街がすごい勢いで変化しているのだ。そうなの。こうやって見ていると特に変化は感じないけど、あるお店の開店がきっかけで僕は少し調べてみたのだ。何を調べてみたの？なんでこんなに外国の人が増えたのかなのだ。あら、外国の人が増えているのは高田馬場だけではないわよ。この馬場には特有の理由があることが分かったのだ。そうなのね。それを皆さんにお知らせするのだ。高田馬場がこんなに変化してるということを知りたい方は最後まで見てほしいのだ。高田馬場にある飲食店ができたのだ。どんなお店かしらね。中国のお店らしいのだ。中に入るとこんな感じなのだ。あら、お客さんいないわね。この時はたまたま空いていたのだ。メニューはこんな感じなのだ。タピオカと紅茶とウーロン茶がメインのようなのだ。あら、地味なメニューね。そうなのだ。これで商売になるのか疑いたくなるようなメニューなのだ。食べ物は一切ないのだ。割り切った商品構成ね。それより何より一番驚いたのはお客さんがほとんど中国の人なのだ。それはびっくりね。そんなに中国の人が日本にいたの？そうなのだ。店の中では中国語が飛び交っているのだ。というか、中国の人しか来ていなかったわよね。そうなのだ。中国の人ばかりだから商品が出来上がって番号で呼ばれるんだけど、店員さんも中国語で数字を読み上げるほど日本人のお客さんが少ないのだ。あら、それは困るわね。僕は何日間かこの店に通ってみて1日の客数を調べてみたのだ。それでどうだったの？だいたいどの日も閉店間際に行くと伝票番号は200番くらいだったのだ。結構来てるじゃない。そうなのだ。客単価500円として1日10万円の売り上げ。微妙なところね。儲かっていると言っていいのか、夏場の割には少ないと考えた方がいいのか。日本人との生活習慣の違いで日本人のお客さんを取り込めていない感じなのだ。そうね。中国の人や台湾の人は紅茶やウーロン茶をよく飲むみたいだけど、日本人は外での飲食はコーヒーショップへ行くわよね。しかしなんで高田馬場に出店したのか不思議だったのだ。そこで少しこの会社をネットで調べると、中国の大手の外食企業のようなのだ。大手の会社が馬場に出店したの。それは変よね。僕は近所の親しいお店で聞き込みをしてみたのだ。そうしたらある有力な情報を手に入れたのだ。何々？どんな情報を手に入れたの？僕が聞きつけた情報では、中国の若者の一番人気の大学は日本の早稲田大学らしいのだ。早稲田大学が人気なのね。中国において高等教育を受ける人の割合が激増していたのだ。それに伴って日本に留学して高等教育を受ける人の数も激増したのだ。そうなのね。じゃあ彼らはすでに先輩たちの成功例を見ていたのかしら？そうなのだ。先輩たちが日本で高等教育を受けて日本の企業に就職して、その技術を習得して、その技術を持って中国に帰れば大出世するのを見ているのだ。だから若者は日本の大学を目指すのだ。あら、情報が流出しているじゃない。日本人はおおらかだからそんなことは気にしないのだ。あら、やあね。技術を教えてあげたらそれが中国に帰って半導体とかに化けてミサイルとかに変化して日本に里帰りするかもしれない。嫌な里帰りね。話は最初のお店に戻るのだが、日本に来ている中国の人の数は僕の予想を大幅に超えていたのだ。そんなに増えていたの？そうなのだ。受験生だけではなくて、その親や親戚、友達まで高田馬場に移住してきているのだ。あら、友達まで。中国より楽しくて世界中見ても安全な場所だぞって話が中国の人の間で広まったんだと思うのだ。その数の多さに目をつけたのがこの紅茶の店であり、これから紹介する
企業たちなのだ。あら、ビジネスチャンスを狙ったのは別にもいたのね。いたどころではないのだ。日本の企業が衰退する中で、この中国の人相手のビジネスは急成長しているのだ。僕も気がつかなかったんだけど、1年以上前に中国のフライドチキンのお店が高田馬場にできていたのだ。このお店はジェンシンジーパイというお店で、店舗数は世界中にケンタッキーの3倍もあるチェーン店なのだ。ケンタッキーの3倍も店舗があるの。そうなのだ。中国の大企業なのだ。ただ、僕らが親しんだケンタッキーとはだいぶ雰囲気が違うのだ。どんな風に違うのかしら。お店の感じは街の中華レストランのようなのだ。ファーストフードっぽくない店作りをしているのだ。僕の行ったお店ではこんな焼き鳥みたいなものが売っていたのだ。高田馬場のお店では店内でこんなものも食べれるみたいなのだ。まさに中華レストランね。中国のフライドチキンと聞いてとても興味があったんだけど、今まで親しんできたケンタッキーの感覚でお店に行ったら入るのを一瞬ためらうのだ。店内はファーストフード店というより街の中華そば屋みたいだったのだ。そうね、赤い座面の椅子が見えるわね。他にもガチの中華レストランが増殖しているのだ。日本人向けの味付けではない中国の味なのだ。この看板にもガチ中華を歌っているのだ。本当だ、すごいわね。日本で本場の味が楽しめるわね。そうなのだ。本場の中国料理が好きな人には高田馬場のお店はおすすめなのだ。こんな中国の人相手の商売が増えているのだ。中国の人が増えると街並みも変わっていくのね。増えているのは飲食店だけではないのだ。他にもあるの。早稲田大学を受験する中国の若者が大量に押し寄せていると言ったけど、その人たちのための予備校も増えているのだ。あら、中国の人って抜け目ないわね。学生さんからも儲けちゃうのね。大丈夫なのだ。彼らの親たちは皆お金持ちなのだ。これらの予備校は一昔前にあった留学生に日本語を教えますみたいなもんではなくて、ガチで早稲田に受験するための対策を教える予備校なのだ。中国の学生さんたちも本当は東大に行きたいみたいだけど、東大は毎年10人くらいしか入学できない狭き門だから、早稲田が人気なのだ。以前、ここにはラパウザという茹で揚げパスタのお店があったのだ。もう閉店して1年くらい経つのだ。高田馬場ではコロナを境に飲食店、居酒屋が次々に閉店しているのだ。だけど中国の人たちは元気で、ラパウザの後すぐにここを借りたみたいなのだ。駅前のビルも日本のお店が次々に撤退して、それに代わって中国の会社が次々に入ってきているのだ。とにかく中国の人はお金を持っているのだ。高田馬場では僕たちが気がつかない間にすごい勢いで中国の人の移住が進んでいたのだ。そうね、気がつかなかったわ。1989年にアメリカのロックフェラービルを日本の企業が買収したように、その国の自国民が望むと望まざるとに関係なく、その場所を占有できるのが基本主義なのだ。あら、難しいこと言うのね。新大久保は気がついたら韓国の街になっていたけど、お隣の高田馬場は中国の街になるかもしれないのだ。新宿の大久保地区では 21% が外国の人なのだ。5人に1人が外国の人なのね。そんな変化に対応していかないとダメなのだ。ご視聴ありがとうございましたなのだ。この番組は終了なのだ。また次回も見てほしいのだ。それでは、それまで。さようなら。